おはようございます。料理家みたいちです。今日はですね、ベアンネーズソースベアンネーズを紹介していきます。温性乳化ソースの一つですね。オランデーズソースと一緒でレディクションを作ってそこに卵を入れてサバイヨンを立てていくソースの一つです。ベアンネーズソースと相性のいいお肉はですね、牛肉、サシの入ってない牛肉がいいです。例えば、フィレ肉、フォーフィレ、アントレコート、コードドブフがいいです。調理方法ですけども、フライパンでよく焼いてある、キャラメリゼさせてある、もしくはグリル板でよくグリルしてある焼き方が、ベアンネーズソースには一番相性がいいと思います。よく焼き色をつけることによってですね、表面にうまみですね、うまみがキャラメリゼ、若干ちょっと焦げた味などがベアンネーズとの相性は抜群にいいです。また近いうちにこのベアンネーズソースとコートドブフを使った料理を、動画をアップしますので、そちらも参考にしてみてください。それでは始めましょう。それではまず最初に、シャロットをエプリシェしていきます。皮を剥いていきますね。乾いてる皮はですね、きれいに取り除いてあります。このような感じですね。きれいに取り除いて、最後、芯の方ですね、根っこはきれいに残してあります。このような感じですね。芯を残してあります。この方が後の作業が楽になります。はい、それではポワブルミニョネットを作っていきます。こちらモフティエという道具です。そこにですね、黒胡椒、粒の黒胡椒を入れて、ピロンという道具ですね、スリーボーみたいなものですけども、ピロンという道具でコンカッセにしていきます。コンカッセはですね、だいたい粗く潰した状態のことを言います。はい、これぐらいまで潰れたらですね、タミゼしていきます。タミゼ、ふるいにかけるということです。ふるいにかける。なぜタミゼするかというとですね、潰した時に細かい粉、胡椒の粉が出てしまうので、それを取り除くために、タミゼしていきます。基本的にですけども、ポワブルミニョネットといえば黒胡椒のことを指します。それでは先ほどエプルシェしたエシャロットですね、皮をむいたエシャロットをまず半分に切っていきます。重要なことはですね、根っこをちゃんと残しておくことです。根っこの方を上にしてですね、まず細かく縦に切り目を入れていきます。このような感じに縦に切り目をですね、細かく入れていきます。続いて横にですね、横に1つないしは2回ぐらい包丁を入れていきますね。こんな感じで切っていきます。はい、そうした後はこのままマウスですね、スライスしていくような感じに切っていきますね。この作業をしずれですね。丁寧に細かく切ることによって最後、圧シェしなくていい状態のことをしずれと言います。それでは鍋の中にですね、先ほどしずれしたエシャロット 50g、ミニョネット 3g、赤ワインビネガー 120g ですね。ただこの時赤ワインビネガーの代わりにビネグルエストラゴン、エストラゴンの赤ワインビネガーを使っても構わないです。あと最後にエストラゴンのフレッシュを入れてですね、このままレデュイしていきます。煮詰めることですね。レデュイしていきます。これが、煮詰めた状態のことをレディクションと言います。ゆっくりじっくりですね、レデュイすることによってシャーロット、ミニョネット、エストラゴンのうまみを最大限に引き出します。はい、これぐらいまでですね、水分がない状態までレデュイ煮詰めてあります。はい、これがレディクションの完成です。それではエストラゴンとセルフィーをデフイエしていきます。デフイエ、葉っぱをきれいに取っていく作業のことですね。デフイエしていきます。で、その後ですね、コンカッセ、粗みじんにしていきます。はい、それではコンカッセですね。この時ですけども、エルボーを切るときはよく切れる包丁で包丁を動かしながらですね、前後に動かしながらこのような感じでコンカッセしていきます。もしですね、包丁が切れなかったりとか、包丁を押し切りしてしまうと繊維が潰れてしまってですね、まな板に汁がついたりとかビチャビチャになってしまいますので、よく切れる包丁で包丁をよく動かしながら切っていきます。卵をクラリフィエしていきます。クラリフィエという単語ですけども、澄ますという意味ですね。この場合、卵をクラリフィエするということはですね、卵白と卵黄を分けてやるという意味になります。それではベアンネーズの材料が揃いました。卵黄4個、バター 120g、先ほど作ったレディクションとエストラゴンとセルフィーのコンカッセです。
それではサバイヨンを書いていきますね。まず先ほどの卵黄を入れて、卵黄の半分の量の水を入れてほぐしていきます。前にも紹介したサバイヨンですね、オランデーズソースと一緒のですけども、8の字を書いて立てていきます。この時ですけども、ポイントとしてはまずバターは、常温に出しておきます。火加減ですけども、中火より若干弱めですね。これで8の字を書きながら、サバイヨンを立てていきます。この時ですけども、素手で触りながらですね、常に温度をチェックしながら、素手で触れるぐらいの温度ですねを保ちながら、鍋をくるくる回しながらですね、回転させながら8の字を書いてサバイヨンを立てていきます。サバイヨンですけども、いろんな立て方がありますけど、私個人的には直火で立てた方が好きです。なぜかというと、火がきっちり入ってですね、失敗しにくいと思います。このような感じですね。鍋底をきれいに泡立て器ですね、笛できれいに混ぜながら、これぐらい硬くなってきたら卵に火が入った証拠です。火を止めてですね、バターをちょっとずつ足していきます。余熱でですね、バターが溶けますので、次が溶けきる前にちょっとずつですね、バターを入れて、モンテしていきますね。モンテオブル、バターでモンテしていきます。この時バターが冷たすぎると活性分離してしまいますので気をつけてください。バターですけども、常温ですね、だいたい20度以上ぐらいの常温に置いておいたバターを使った方が失敗しにくいです。パッセしていきますね。パッセ、はい、このような感じでうまみをよく絞り出してあります。このような感じですね。レディクションから味をきっちり出してやって、あと最後にアセドネ、塩コショウで味を整えて、最後フィンゼルですね、エストラゴンとセルフィーユのコンカッセを入れて出来上がりです。はい、1回できたら必ず味見をしてください。ソースが出来上がったらですね、これを湯煎で保温しておいてください。すぐお客様に提供するのはいいですけども、湯煎5、60度の湯煎で保温してください。今回ベアネズソースですけども、コートドブッフのロティとトマトプロバンサルがガルニチュールで、それにベアネズソースをつけてみました。またこの動画上げたいと思いますので、また見てください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。